どうも、今回アメリカの電動工具メーカーのミルウォーキーさんからこんな支援物資が届きました。これがですね M12 充電式剪定バサミになります。これまたすごいのが届きました。これちょっと早速中開けて、もう使ってみたいと思います。オープン。おー、いやかっこいいですね。これ剪定バサミ本体です。赤のボディに黒いグリップと、ミルウォーキーさんおなじみのミルウォーキーレッドですね。でここがカバーになってまして、これを外すとハサミ部分ですね。いやいかつい。これは期待できそうです。このカバーが簡単に取り外しできますね。でもってここにはストラップがついてますね。こういう風に手に巻いておけば落ちない、そういったストラップもついてきました。でこれが本体と。でもって説明書、保証書でですね、これバッテリー、これ箱にも書いてあるんだけど、初回限定サンプルバッテリー付き、これ M12、 要は 12V のバッテリーです。それも 2A、 コンパクトでめちゃくちゃ軽いです。これがですね、この 12V のバッテリーで動かせる充電式剪定バサミになります。これはありがたいですね。正直これちょっと本体最初持った時重いなって思ったんですけど、バッテリーがすごい軽いので、そのあたりがどうなのか、装着するとこんな感じです。ちょっと早速動かしてみますか。これがちょっと押すと電源がつきますね。でモード切り替えができると。広いモードか狭いモードかを選べるようになっているようです。広い方から、ここが安全装置になってて、ただトリガーを押しただけでは発動しないようになってます。ここの安全装置を押しながら押すと開きますね。でまたこの安全装置握ったままトリガーを握るとおこの握り方に応じて刃のこの開き具合、閉じ具合、これも変わりますね。なるほどなるほど。狭いモード。なるほど。こっちは細かい枝をこう剪定したりするのにも便利そうですね。シンプルだけどもこういった安全機能ですね。こういった安全機能も搭載されてます。インジケーターはここですね。そこのバッテリー自体にはインジケーターがないので、この本体で確認する必要があるんですけど、ここでバッテリーの残量をこう確認することができます。これスペック的には 32mm の枝を剪定可能なパワー。モード切り替えによりブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定できる。剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。ブレード制御機能によりブレードの動作がトリガーの操作に連動し、これさっきのやつですね、作業時に剪定径をより正確に制御可能。これ安全っていうのもありますね。 SK5 の高強度高性ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。 M12-2A バッテリー、今装着されてるやつですね。これ1回の充電で 25mm の枝を1000回まで剪定可能と。こんなちっちゃいのにかなりの量が切れますね。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付きと。頑丈さで有名なミルウォーキーの電動工具なんだけど、この剪定バサミもすごい作りしっかりしてますね。なんかもう壊れなそう。その辺のなんか安い充電式の剪定バサミとちょっとなんか違いますね。グリップも握りやすいし、それでいてこんなちっちゃいバッテリーなのに 32mm の切断能力はやばいですよね。でこれがですね、こういったこれ自分がすごい愛用しているミルウォーキーの 12V の、同じくこのバッテリーで動かせるインパクトなんだけど、これもですねほんと使いやすいんですよ。こんなちっちゃいのにものすごいパワーがあります。この M12 シリーズ、これはですね本当にコンパクトなのに、パワーがすごいということで、これもすごい期待できます。はい、ということでこれ届いたばっかで、さっき充電半分だったかな。なので充電してあげました。これ今フル充電できましたね。めちゃくちゃ早かったですね。時間にして20
分ぐらいで、この緑色になりました。この充電完了、これになったと。やっぱこれ2アンペアとちっこいので充電も早いんですよね。そう、この充電器がですね、これ良くて、今みたいに M12 12ボルトのバッテリーも充電できるんだけど、こっちで M18 の18ボルトのバッテリーの方も充電できるんですよ。なのでこのミルウォーキーの製品気に入った人にとってはこれ沼にはまりやすい、その第一歩目を手助けする充電器となっております。どれもパワフルな製品が多いので本当に持ってて損はないです。っていうことで、これで早速ちょっとなんか切ってみますか。そう、これがですね、すいません、さっき長押しって言ったんですけど、ボタン1回押しで、これもう電源起動します。個人的にはこれすごい良くて、閉じた後1回押しで電源を落とせるので、刃を閉めた安全な状態ですぐに電源を落とすこともできます。ただ逆に言うと1回押しでこの刃は開いてしまうので、これ取り扱いはめちゃくちゃ気をつけた方がいい、そういった代物です。これでですね、試しにこれを切断してみますか。これ薪ストーブ用の薪なんですけど、もう手でやっても曲がらないぐらいめちゃくちゃ硬いです。足でやっても絶対折れない、めちゃくちゃ硬いこの木をですね、一番刃が開いたモード、これで切ってみます。緊張の一瞬やばうわ、こっち行ってみますか。うわすごいな。これぐらいだったら余裕でいっちゃうと思います。これですら手で折るのはきついんですよね。これ乾いてるんでめちゃくちゃ硬いんですよ。はい、この刃が狭いモード、こっちでも切ってみますか。これぐらいのやつですね。お、いやすげえな、これスパスパ切れちゃいますね。ただこれ本当に指だけはここに入れないように注意しないといけないんですけど、それにしてもすごいパワーです。ちょっとわさび田の草を刈らないといけないエリアがあって、かなり生い茂ってる場所があるんで、そこにちょっと移動してこれ使ってみましょう。はい、ということでわさび田のこのちょっと丘の上に来てるんですけど、こういったものがものすごく生い茂ってるエリアがあります。この辺り何本か切ってみたいと思います。こう入れてと、今これ持ってくるとき気づいたんですけど、こういった感じで手袋しててもかなり扱いやすいですね。ボタンも押しやすいし。ということでまずこの細かいやつ、こんなのは余裕ですね。こういったものバンバン切れちゃいます。こういった枝打ちにもバリバリ使えますね。ちょっと生い茂りすぎてて見づらかったらすいません。バンバン切ってきます。でもってこれ分かりますかね。これちょっと GoPro だから細く見えるかもしれないんですけども、これ親指より太いです。これいってみます。 GO いや一発ですね。うわ、こんなですよ。こんなのも一発です。いや怖いぐらいだな、パワーが。この根元でもいけますね。ああいいですねこれなんかこれ12ボルトですからね。これ12ボルト、18とか36ボルトとかそういうのじゃないです。これ12ボルトで
この切れ味。でもこの辺の作りもですね、切ってる時に変に曲がったりとかガタつきが出たりとか全くない、超がっちりしてます。すごいなこれ。ってことでちょっと何本か切ってみましょう。これいきます。えいや。いいですね。こんな、よいしょ。これめちゃめちゃ太いです。こんなのこれいけるかな。何回かやればいけるんじゃないかな。これ上の方からこれ上から落としていけば、この辺り行ってみましょう。1発2発3発お4発やばー。何回かに分けてあげれば。見てください、これ直径3センチ、これ超えてるんじゃないかな。4センチぐらいありそうですね。これはパワーこれは信じられんわ、このパワー。なんか剪定とかじゃなくて、これはもう伐採ですね。これいってみますか。これまず上の方から。よいしょよいしょ。これは本当に自分の手首ぐらいあります。推奨は32ミリなんだろうけど、いけるのかどうか。ちょっと刃が滑りますね。やばー、すげえなこれ。来ましたこれ。こんな太いものも。いや恐ろしい。ちょっとグリップが太いかな。グリップ太いんで長時間やってると疲れちゃうんですけど、ただこう一撃必殺で一気にやるときとかはいいかもしれないです。はい、こんな感じで、短時間ではあるんですけど、このエリア結構切り開けてきました。これについてはですね、ちょっと今日もう暗くなってきちゃうんで、また別の動画でこの残りは撮りたいと思います。その時もこれ使ってここ伐採していきたいと思うんですけど、ちょっと別の場所をやりたいところがあるんで、そこ移動します。はい、ということで、ここちょっと狭いんですけど、わさび田のこれ通路ですね。ここに来たんですが、ここにこの厄介なマサキっていう木がありまして、これがですねわさっと大きくなって、でなおかつ向こう側からつる草が押し寄せてくるんですよ、夏場。それがこうかぶさっちゃって、それがさらに成長していくとこっちのハウスの方にも影響が及ぶっていうことで、これを買っちゃいたいと思います。では。
ものによっては細いので、この刃の幅が狭いモードですね、これでやっていきます。広いやつは切り替えて、やっていきたいと思います。狭いモードは開閉、これが早いと言いますか、なんか作業時間が短縮されますね。スパスパやっていけます。こんな感じですね。いや、それにしてもすごい切れ味ですね。余裕でいっちゃいます。はい、てな感じで、ここら辺かなり綺麗になったんじゃないでしょうか。少なくともこのエリアの真先のこっちへの侵入はこれで食い止められたと思います。それにしてもいや、威力えげつない。これちょっと見てください。こんなのもですね何の躊躇もなく、この止まることなくいっちゃうんですよね、これ。やってると楽しくなってきちゃいますね。ただそういう時こそこれは気をつけないといけないんで。でもってバッテリーがですね、今4分の2ですね。さっきの丘の上とかここバーッとやって、まあ半分減ったっていうところですね。ただこれ何度も言うんですけど、これ2アンペアなんですよね、バッテリー。それでいてこれだけ作業できるっていうのはありがたいですね。でもうちょっとやります。こういった Y の字になってるとどうしても面積が増えちゃうというか、この覆いかぶさるつる草の量も増えちゃうんで、こういうのをもうちょっと細かくしてあげたかったんですよね。さすがに太すぎるものは、一発ではいけないんですけど、しかもこれかなり硬いんですよね、この木。なんか知らないけど、こんなものも何回かやればいけちゃいます。こうやっておけば腐りやすくもなるんで、ここウッドチッパー持ってこれないんですよね、入り組みすぎてて。できるだけ細かくしたいと思います。ちょっと中腐ってるからあれなんだけど、これはやばいって、さすがに笑っちゃうぐらい強いですね。これ音でわかると思うんですけど、めちゃめちゃ硬いんですよ。さすがに硬くて3センチぐらいあるやつはちょっと厳しいですかね。いやちょっとバッテリーまだあるんですけど、そろそろ終わっちゃいそうですね。ただこの辺りはだいぶ細かくなったんでいいかな。
いやー、それにしてもすごい。こういう枝分かれしたやつを切ってあげるだけでもかなりコンパクトになるんですよね。こういったところですね。はい。いや、すげえ。それにしてもまだありますね。最後ちょっと父の趣味のシャインマスカットの畑があるので、そこの剪定やって終わりにしたいと思います。はい、ということで、ちょっとブドウの剪定にはまだ時期が早いんだけども、ちょっとこういった伸びすぎたやつちょっと切ってみます。こんな感じ。いや、もう余裕ですね。この狭いモードでいいぐらいだ。本当パワー強すぎるんで、こういう鉄のワイヤーとかこういったもの気をつけないとバシバシ切れちゃいます。ちょっとあれですね、バッテリーが切れそう。充電してないんですよ。ちょっとあれだな、ここでバッテリー切れちゃいましたが、こういった作業にも使えますね。ちょっとほっとくと最後の最後粘ってくれるんですよ。この M12 バッテリーはそういうところがあります。今動かないんだけど、あと1本切ってあげたいみたいな時にこういう風に頑張ってくれるんですよ。ちょっとこれ刃が開いてると危ないんで、最後閉じるかな。閉じた。閉じて電源切ると。持ち運ぶ時はこういう風に刃を閉じてやった方がいいですね。今みたいに剪定作業にも余裕で使えます。それもかなり太い枝、もうこんなのも一発でバシッと切れちゃうんで。ただやっぱずっとこう持って作業してるとなると重いかな。ちょっとその点も踏まえて最後感想を言いたいと思います。使ってみて良かったポイントから、まずはこのパワー、これが凄まじいです。しかも 12V 機なのにカタログスペック 32mm まで切断できちゃうっていうこのパワー恐ろしいですね。今回わさび田の丘でちょっとテスト的に切ってみて、こんなものまでいけちゃいました。これ多分 32mm 超えちゃってるんですけど、今回はですねこれしか持っていかなかったんで、これだけでなんとか切断したいなっていうことでちょっとこれ負荷かけちゃったんですけど、こんなものまでいけちゃいました。いや、巷には18V 仕様のこういった剪定バサミがあって、同じぐらいの太さ切れるっていうものはあるんですけど、12V 機でここまで切れるものって他にちょっと自分知らないんですよ。このバッテリーがですねこんなちっちゃいんですよね。しかも今回 2A のバッテリーついてきまして、これありがたいです。こんなコンパクトなのにこのパワーと、しかもこのちっちゃいバッテリーがですね、ちょっとした作業でちょこっとインパクト使いたいみたいな時にこれすごい軽いんで、そういった時にも使えるんでこれはいいですね。でこんなちっちゃいのに今回かなりの量のこの枝を切ってあげることができました。カタログだと1000本近くこれで切れちゃうと。いや、もうこれ本当でしたね。今回最初に薪を切った時のテストで、丘の上の伐採で真先の木の切断に落ちた枝をちょっと細かくする作業で、最後剪定やってる時にちょっと終わっちゃったっていうところなんですけど、かなりたっぷり作業してあげることができました。これよりも作業数こなしたいっていう場合はこういった 6A バッテリーとか、あとこれパワーブーストバッテリーっていうこっちは 5A なんですけど、通常のバッテリーの 20% ぐらいのパワーを引き出せるっていう、そういうバッテリーもあるんですよ。これだったら単純にこっちの3倍なので、3000本とかこう枝を処理してあげることができるんじゃないかなと思います。ということでこれかなり燃費もいいです。であとはですね、ちょっとこれもう開くか分かんないんだけど、開きますね。ここの安全装置、これがいいですね。ここのトリガーだけでは握れなくて、ここを解除してこう握ってあげる必要があると。この電源もですね、一回ポチッと押すだけで電源オンオフできるんで、ここも個人的にはすごい良かったです。ポチッと押してすぐにこう使えますね。で閉じてすぐに消せるっていう、このすぐに消せるっていうのがいいですね。これ臨機応変に作業したい時はこれいいと思います。あとはストラップがついてたりとか、あとこのなんていうんですかね、作りがなんかめちゃくちゃしっかりしてて壊れにくそうです。ガタつきが一切なくて、もう何千本切ってもなんかガタつかなそうな、なんかそれぐらいしっかりした作りってのもいいですね。
結構地面の近くのものとかも切断したんですけど、竹とかも切断したんですよね。刃こぼれが全くしてないです。この刃もかなり頑丈だと思います。でグリップもかなり滑り止めが効いてて握りやすいし、はい、このバッテリー本当に粘り強い。さっき終わったはずなんだけども、ちょっと時間空いたんでまた開閉するようになってます。本当にあと1本最後切りたいみたいな時とか、本当にこれは頼もしいんですよね。あとはこれバッテリーがちっちゃいので充電がすごい早かったです。使いたいんだけど充電残り少ないなっていう時もさっと充電して10分15分充電するだけでもちょっとした作業ならこれでいけちゃうと思います。でこれ提供してもらった手前言いづらいんですが、使ってみてここかなと思った点もちゃんと言っておきたいと思います。まずはですね、ちょっとこれ重いですね、正直。特に最後のブドウの剪定とか、ああいった細かい枝を大量にこう切断してあげる時、ずっとこう持ちながら作業してあげないといけないっていう時にちょっとずっと持ってると疲れてきますね。これ重さがですね、この状態、本体に 2A のバッテリーつけてこのストラップつけた状態、これだとですね 1489g ということで 1.5 キロ近くあるんですよ。なので高いところにある枝を長時間切り続けるっていう作業には正直あんまり向いてないのかなっていうところですね。ただ逆に言うとこのパワーが凄まじいので、個人的にはですね、山の中のこう木を切り開いていった時に枝をこう落としたい時とか、そういう時に使わせてもらおうと思います。比較的太い枝を切る時とかに本領を発揮する、そういったものなんじゃないかなと個人的には感じました。あとはですね、ちょっとグリップが太いですね。ここにいろんなものがこう詰まってるとは思うんだけど、そのせいかちょっと太く感じますね。で特にさっき言ったブドウの剪定とか、ちょっと高いところにあるものをこう切ってる時、あとは真先の木切ってる時もちょっと感じたんですけど、ここがすごい疲れます。長時間やってるとなんかつりそうになるというか、作りがしっかりしてるがゆえにやっぱこのグリップがごつくて、この辺りはですね、やっぱ長時間作業してると疲れてくるっていうところですかね。まとめるとちょっと重くてグリップが太いっていうところですかね。そんなところですかね。ただこの切断能力凄まじいものがあります。でかなり頑丈そうなので頼もしいですね。これから山の開拓また始まるので、そういったところに持ってったりとかで、最近サブチャンネル始めまして、草ぼうぼうのお宅へ行って草刈りしたりとか枝をこう払ったりとかですね、そういった時にちょっと太めのこうもさっとした木の枝をこう切断したり、その木自体を切断したりっていう時にもこれちょっと使わせてもらおうと思います。ということで、これ気になった方がおりましたら概要欄のリンクにこの詳細載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はミルウォーキーの M12 充電式剪定バサミの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。